もうなんかドア開けて座った瞬間にこのアウディの新しい Q3RS、Q3 で RS 作っちゃうんだもんね。すごいよね。と言ってもこれは、MQB コンセプトではなくて前のゴルフ6ですね。アクセルペダルがオルガン式なので、この辺で分かります。でもなんだろう、この本当に上質で、なんかこう塊感のある走りはアウディならではのものですね。もうステアリングホイールの形とか触った感じのもう人間の五感に感じるもう全てのところで、こうエクストローディナリーというか、もう非常にこう他のモデルとは差別化がされていて、この Q3RS だけの世界観というのをしっかりと持ってますね。ドライビングシートもいいし、シートだけでも値段高そうだけど本当に座った感じがいいですね。なんか700万の価値があるなって感じします。全体的に車はボディはコンパクトなので、非常にこう取り回しもいいし、この辺の視界性能もいいですね。今日はもう富士山がくっきりよく見えます。クワトロが出た時は5気筒縦置きでしたね。高速道路はもう敵がいない感じがします。エンジンがいいな。この本当に2000回転ぐらいのところをこうちょっとスロットル踏んだだけでもシュンとこうなるし、やっぱりこうトランスミッション PDK でレスポンスいいですよね。結構スパルタンだね。エンジンは2リッターターボなので、インプレッサー系、WRX、STI とか、レボーグとか、いわゆるこうスバルの2リッターターボというと、一番スポーツエンジンとしてはど真ん中のエンジンですけど、SUV 用にこうチューニングされトルク重視というのがこのフォレスターに搭載された2リッターターボですけど、そのまんまそのエンジンのキャラクターを生かしながらこの STI、TS バージョンに搭載されてます。トランスミッションは、スバルの今では世界でオンリーワンになったリニアトロニック、つまりチェーン型 CVT ですね。アウディも使っていたんですけども、これからアウディはツインクラッチに変えるというふうに発表してますから、世界で CVT でこのビッグトルクを伝えるトランスミッションは世界でスバルだけになりそうです。意外とこのフォレスター TS はその辺を重視してエンジンのチューニングされているので、結構高速領域でもこのアクセルオンオフのレスポンスいいですね。そういう意味でこのフォレスター TS、STI の一つのモデルとしては、十分なパフォーマンスだと思いますね。7速 PDK、アウディの場合はエストロニックと呼んでますけども、ポルシェ PDK、 アウディエストロニック全部ツインクラッチですね。この Q3RS の印象はとにかく、サスペンションしっかりしてるんですけど、ただ硬くて乗り心地が悪いっていうだけじゃなくて、ボディ全体の塊感がありますよね。ですからやっぱりこうボディ剛性っていうのがこの RS の命かもしれません。ハンドル非常に軽いですね。軽くてもなんか芯があってしっかりしてる、そんなステアリングのフィーリングです。要所要所できちっとサスペンションが仕事をしてくれてる感じがしますね。そっか、ダンピングがいいんだな。ブルンとした時に一発で、振動がピシッとこう止まる感じがしますね。もうベースの、Q3 とはもう全く違う車になってますね。
一見乗ってみるとステアリングホイールとかシートとか、多少シートはこう STI のこだわりで作ってますけども、そんなに大きく量産車とは違ってないんですね。このインテリアのメーターパネル見ても特に大きな違いというのはないですけど、ただこのサスペンションから感じられる乗り味は、ノーマルのフォレスターとは大きく違います。非常にこうスパルタンで、ガチッとした感じがあって、やっぱり一般道よりも早くワインディングとか、サーキットみたいなところ走ってみたいなっていう気にさせますね。でもこのフォレスター SUV として、もう誰にも負けない世界で自慢できるところはやっぱこの辺の A ピラーの根っこのあたりの視界性能ですね。SUV はこう背が高くなってこの辺の視界が実は悪くなる傾向にあるんですけど、このフロントスクリーンから見える視界とこの三角窓から見えるドアミラーのあたり、この辺の視認性がすごくいいので、これだったら、混雑した、生活空間の道路の中に入っていっても、左折巻き込み自転車歩行者お子さん、そういったところをよく見れると思うので、この視界の良さとこのアイサイト、このコンビネーションは、ある意味で非常にこう予防安全に大きな力を発揮していると思います。スバルが最近特にこのフォレスターアメリカで大人気なのは、アイサイトがあるからではなくて、10年以上にわたってそのスバルの、一つは衝突安全に対する、地道な、取り組み、そういったところが評価されたということと、あと何といっても最近はカタログにもあんまり出てこないですけど、水平対向エンジンという、低い重心のエンジンがこの背の高い SUV に使われますから、ライバルと同じように背の高い車高でも実際の重心点は低いんですね。この水平対向エンジン低重心と AWD、 このコンビネーションが実はスバルの、安全の一丁目一番地、視界性能も一丁目一番地、こういったところが、世界的に特にアメリカで高く評価されています。さあこの Q3RS、一般道の走りどうでしょうか。D レンジと S レンジ、ストロニックマニュアル、3パターンで走ってますね。D レンジでパドル触るとマニュアルにシフトしますが、日本車だとこのまま何秒間かすると、D レンジだからということで元の D に戻る場合があるんですが、アウディの場合はずっとマニュアルがホールドされますね。それでドライバーがこのパドルを両方いっぺんに引くと初めて D に戻ります。つまり、あんまりシステムがこう全部自動で、ろくでもない頭で考えるのじゃなくて、こうドライバーの意思をいつもこう入れて制御する、そういうロジックがありますね。でこっちの方が、ドライバーインターフェースがものすごくいいんですね。いやエンジンのトルクがあるのと、やっぱりこのストロニックのツインクラッチの応答性がすごくいいですね。応答性というかもうダイレクト感がある、そんな感じです。やっぱりフォレスターの STI バージョン TS は高速道路走っているよりもこういう一般道とワインディングをした方が、車としてはいいですね。やっぱハンドル切ってこう荷重がかかっていくとぐっとこう刺すの踏ん張る感じとか、ステアリングのこう狙ったところに行ける感じが出てきますね。シートもこう横 G がかかるとぐっとこう体がシートの中にこうホールドされていく感じがよく伝わってきます。やっぱりスバルは直線番長じゃないんだな。昔からそんなにパワーのある車じゃなかったから、やっぱコーナーで追い詰める敵を、ライバルを、そんな車作りというか、もともとポルシェと同じで、エンジンのパワーで速さを稼いできた、車じゃないから、やっぱりコーナーですね。で4駆 AWD ということで、出口のトラクション、あとブレーキはものすごく効きますからブレーキング勝負、
そんなイメージです。コーナリングだったらなんかアウディと通じるものがありますね。視界もいいし、やっぱハンドリングがいいね、スバルはね。リニアトリンクの感じも D レンジから、今 i モードで走ってますが、 S シャープにしてマニュアルにしてパトロールで走ると8速までありますね。パドルで7、6と落とすとエンジンブレーキもちゃんと効きます。 i モード、 S モード、 S シャープ、これでスロットルの特性が変わりますね。この辺をうまく駆使して走ると、さらにワインディングでスポーティーに走れそうです。D レンジの場合とマニュアルモードの M モードの場合が、アクセル踏んでも自動的にシフトダウンしないから、 M モードの方が、1個高いギアで走れますね。高いギアでアクセルいっぱい踏んでポンピングロスをなくして走れます。この使い方はいいですね。速いな。自分 Q3RS とため張れるぐらいの速さですね。